ミコン版ドラゴンクエスト2ですね。はい、ただしちょっとだけ40年後の世界から来ています。どういうこと？昔のゲームを作り直さずに UI と AI だけ現代化してみました。名前は？レトロ UX です。昔のゲームって久しぶりに遊ぶとやっぱり面白いですよね。ドラクエにも今でも普通に遊べます。でも今のゲームに慣れてから遊ぶとちょっと辛いところもあります。通常戦闘で何度もコマンドを入力したり、戦闘が終わるたびに回復したり、同じ道具を何度も買い足したり、昔は普通にやってましたけどね。そこでゲームの面白いところはそのまま残す。面倒なところだけ現代化する。そんな考えで作ったのがレトロ UX です。まず戦闘から見てみましょう。レトロ UX にはオート戦闘があります。自動で戦い始めた。敵と味方の状態を見て攻撃や回復などを自動で選びます。そして通常はオートと高速化をセットで使います。早い。レベル上げなど何度も繰り返す通常戦闘を一気に省力化できます。ずっと高速で動かすの？高速化だけ外すこともできます。AI が何を選ぶのか見たいときは普通の速度でオート戦闘を確認できます。普段はオートと高速化をセット。必要なら普通の速度にも戻せると。はい。これならレベル上げはかなり楽しそう。ただし何でも勝手に戦わせるわけではありません。あれ？ここがレトロ UX で大事にしているところです。初めて遭遇した敵や危険な状況ではオートを解除します。自動化するツールなのに止めるんだ。初めて見る敵をどう倒すか、危険な場面でどう判断するか、そこまで自動化するとゲームそのものを遊ばなくなってしまいます。面倒なところだけ任せると。そういう考え方です。戦闘が終わりました。で、ホイミしてまたホイミして。そこもボタン一つです。勝手に回復した。満タン機能です。残り MP や道具を見ながらパーティーを回復します。毒があれば治療もします。こういうのが一番ありがたいかも。地味ですが長く遊ぶとかなり効いてきます。ところで敵の情報が随分出てますね。名前、HP、能力値、耐性、行動、ドロップするアイテムなども表示できます。攻略サイトのデータを入れたの？入れてません。このデータはファミコン版ドラクエ2のロムを解析して取り出しています。モンスターの画像もロムから復元しています。ゲームの中に入っているデータを外側で読みやすく表示してるんだ。そんな感じです。モンスター図鑑まである。ゲームを進めながら遭遇したモンスターの情報を確認できます。そしてマップもありますね。このマップもロム解析から作っています。街やダンジョン、世界地図の地形まで復元できます。それなら最初から全部表示できるんじゃない？できます。じゃあ出せばいいのに。それをやると探索する意味がなくなるので。なるほど。レトロ UX ではロムから地図そのものが解析していても実際に冒険で見たところだけを表示します。技術的には見えるけどゲームとしては見せない。はい。便利にはするけどネタバレまではしない。ここもかなり意識しています。オートの戦い方は毎回同じなんですか？そこも変更できます。戦術を切り替えて MP を温存したり回復を重視したりできます。敵味方の HP などから戦況も判断します。ドラクエ4の作戦みたいですね。かなり近い発想です。ただし目的は AI にゲームをクリアさせることではありません。あくまで冒険の助手。そうです。操作は Xbox 系ゲームパッドにもまとめています。LT でオート、RT で高速化、Y で満タン。セーブステートなどもパッドから操作できます。
できるだけ外付けツールを操作している感覚を減らしています。つまり、レトロ UX は昔のゲームを簡単にするツールというより、昔のゲームの面白さを残したまま、今遊ぶと辛いところだけを現代化するための仕組みです。今回はその最初の実験としてファミコン版ドラゴンクエスト2に対応しました。ということは他のゲームでもそれをやってみたいんですよね。マップ、モンスター情報、ステータス表示、反復操作や戦闘 AI、こういった仕組みは他のレトロゲームにも応用できるはずです。レトロ UX は GitHub で公開しています。興味のある方はぜひ遊んでみてください。次は何を現代化するんでしょうね。それはまた次回。個人的にはまたロンダルキアの洞窟を越えられたのが嬉しかった。